皆さん、こんにちは。リリーです。今日は歌を紹介します。今日は日本の歌を紹介します。それは、ビリミリオンという歌です。この歌は、ゆうりさんの歌です。ゆうりさんは日本人の男性です。ゆうりさんは歌手です。人気の歌手です。私はこの歌を皆さんにおすすめします。私はこの歌を日本語学習者の皆さんにおすすめします。その理由は歌詞が直接的で意味がわかりやすいからです。日常生活でよく使われる単語や表現を学べます。それにこの歌を聴いたら元気になれます。とてもいい歌なのでぜひ聴いてみてほしいです。では早速この歌を使って勉強しましょう。今日はイントロだけ。この4行だけ勉強します。では始めましょう。まずは1行目。老人が君に言いました。まずは意味を理解しましょう。老人が君に言いました。もう一回。老人が君に言いました。読みましょう。老人が君に言いました。もう一回。老人が君に言いました。2行目。残りの寿命を買わせてよ。まずは意味を理解しましょう。残りの寿命を買わせてよ。もう一回。残りの寿命を買わせてよ。読みましょう。残りの寿命を買わせてよ。もう一回。残りの寿命を買わせてよ。3行目。50年を50億で買おう。まずは意味を理解しましょう。50年を50億で買おう。もう一回。50年を50億で
買おう。読みましょう。50年を50億で買おう。もう一回。50年を50億で買おう。最後、4行目。人生をやり直したいと。まずは意味を理解しましょう。人生をやり直したいと。もう一回。人生をやり直したいと。読みましょう。人生をやり直したいと。もう一回。人生をやり直したいと。お疲れ様でした。この動画が気に入ったら、LIKE ボタンを押してくださいね。一つ注意があります。この老人という言葉は、高齢の方に向かって言わない方がいいと思います。失礼に聞こえてしまうかもしれないからです。代わりによく使われている言葉は、お年寄りとか高齢者です。もっと丁寧に言いたい場合は、高齢の方、ご高齢の方、年配の方、ご年配の方、お年を召した方という表現もあります。ちょっと難しいですね。私がよく乗るバスの中では、こんなアナウンスが流れます。お年寄りや体の不自由な方に席を譲りましょう。このアナウンスでは、お年寄りという言葉が使われていますね。では、老人という言葉はどういう時に使われるのかというと、老人ホームや老人福祉などの複合語として使われることが多いです。どうですか？面白い歌詞ですよね。皆さんはもし誰かに寿命を買わせてよと言われたらどうしますか？売りますか？それとも売りませんか？コメント欄で教えてください。私は3年だけ売って3億もらいます。最後まで見てくれてありがとうございます。またお会いしましょう。またねー。